それなんかそういいのこのままじゃない。シンプルなの好きだ。アレクサストップ。よさげ。よさげですね。よいしょ。これは注文を受けてから表面にお砂糖を振って炙ってブリュレにして完成ですね。お互いが作ったもので好きなスイーツとかあったりするんですか？もういろいろ好きですよね。でも刹那的に流れていってしまうからパッと出すのが難しい。なんか自分が作ったものとはやっぱり考え方が違く作られてるっていうのも分かって面白いので、私だったらこうは作らないけど美味しいっていうものがちゃんとできてくるっていうのがすごい面白いです。前職で知り合ったんですね。独立してから7年目。今まで喧嘩とかはあったんですか？喧嘩もありますけど、でも大体は喧嘩になる前に解決することがほとんどですね。違う人間だから完全なる一致は無理なので、ねまあ、最初からそれを分かっていればそこまで。それが強みなので2人でやってる。違う考えの2人がやってるっていうのが強みなので、だからこっちの考えが合ってるみたいなのはまあないというか。買ってないので。何入ってないっけ？よいしょ。で、大体終わってますかね。フルーツ切るのはもうその場でカットしますし、かぼちゃがないので、それ11時くらいから多分巻いて作る。おー、気持ちいい。気持ちよくか。
ちじくとくるみのキャラメルを挟んだクッキーですね。あったらラッキーですね。そうなんですよ。本当にお客様には毎回いつあるのとか言ってくださるんですけど、申し訳ない。いつでしょうねっていう。いつでしょうねって感じ。怪しい。頑張れ。頑張れ。ギリギリですね。まだバター届いたばっかで凍ってたんですよね。かわいそうにミクさん。頑張ってる。ありがとうございました。よいしょ。140引く2484、950、956。夏休みは今年は成子さんと2人で佐渡に行ってきて、それが良かったですね。とても3泊4日かな。プライベートも結構一緒にご飯食べに行ったりとかちょいちょいしますね。旅行も何度かしてますし、
これをこうはめて焼くんですけど、これがまたぴったりなの。すごい計算そうなされんです尽くしている、はい今日のデセールはご予約何名様ぐらいいらっしゃるんですか？今日は、6名ですね。秋メニューです。スフレの型の準備をしてます。すいません。スフレの器の準備です。すぐです。はいありがとうございます。バターを塗ってグラニュー糖をまぶして冷やしておきます。では、栗のベースにメレンゲを加えて焼きます。これは一緒に焼くと香りがつくのと、食べる時もこのまま持っていって葉っぱの香りを嗅いでもらうというのが目的です。秋なのでなんか森歩いてて葉っぱ踏みしめて匂いするみたいなイメージです。デセールをやりながら販売の方もだと、頭の中、思考どうなりますか？もうぐちゃぐちゃですよ。本当に。ラム酒とか入ってて、ひき肉とかは入ってなくって、食感とかもかぼちゃコロッケなんですけど、かぼちゃプリンに近いです。
新しいメニューとか考えたりするときはお二人で？もうおのおのですね。自由にっていう感じです。本当に。自分で考えてはい作ってみたのを食べてもらってどうみたいな感じなんですか？もうないです。あ、もう勝手に作って勝手に商品化して店頭に並んでるっていう感じです。じゃあお二人はその並んだタイミングとかで、あ、こんなんできたのねって。そうですそうです。でなんかたまに気まぐれっていうかちょっと余ったりとかしたら味見的にここにポンと置いてあったりとかしてで美味しいねって言って。もう信頼関係でっていう感じですね。そうですね。凍らせて3等分くらいにして俵型のコロッケにします。薄い生地をくるくる具材を入れて巻いて作るアップルパイみたいなもの。シュトゥルーデル自体はパイとか巻くとかそういう意味があったと思うんですけど、今回はアップルパイなのでアップルシュトゥルーデルです。これは、シュトゥルーデルの付け合わせで甘いマッシュポテトを作ってます。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。はい、簡単のお席の方にどうぞ。トイレですね。これが柿の葉ですね。金木犀ですね。結構お茶とかはお茶っ葉から作ったりブレンドしたりすることが多いですね。では皆様お揃いになりましたので始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。かぼちゃコロッケから始めさせていただきます。落花生をローストして、キャラメルと合わせてソースにしたものですね。まあ、ピーナッツバター、キャラメルピーナッツバターみたいな感じですね。感じで、まだ明治ですかみたいな感じで、うちは京都ね、うちは江戸からで銀杏ですね。大粒の銀杏が入ったので、ローストしたマカダミアナッツですね。コロッケと一緒にたまに食べると食感と風味のアクセントになるかと思います。コロッケのせるとすごくデミグラスソース感がで、いや見た目の
牛乳アイスですね。乗っけて完成になります。よいしょ。型っていうんですけど、これをきれいに抜けるくらいのアイスの温度と柔らかさが美味しいんですよ。かぼちゃにラム酒ですとか蜂蜜ですとかそういうものを入れてペーストにして衣をつけてあげてるので、見た目は完全にかぼちゃコロッケなんですけど、食べるとちょっとかぼちゃプディンみたいなイメージで作ってます。お待たせしました。でも2回出るんですよ、チークって基本的に初夏と秋と。そうなんです。うん、もう本当に醤油と砂糖いっぱい。これはモッツァレラとリコッタとあとイチジクなどトロトロのチーズケーキですね。秋ですね。秋が好きです。秋いいですよ。楽しい。面白い。ちょっとチーズケーキみたいなサラダみたいな感じのデザートになっております。はい。お待たせいたしました。2皿目ですね。トロトロのチーズケーキになっております。ごゆっくりどうぞ。あ、そうか、じゃあそれだ。いや、そうなんだ。ちょっとこっちは大葉でこう巻いて焼いてるんですけど、森っぽいかなと思って香りもつきますね。でベース栗のスフレなんですけど、中に生と高野豆腐合わせたお餅が入っていてお願いします。スフレの味変アイテムですね。JO 何でしたっけ？ JO 要は卵黄です。いつも聞くっていう。また面白いもの見つかって。ジョーンズ。今もね好きになるのかな。私英語の方がダメでした。なんか発音するときすごいはず。リンゴジュースを作ります。時間経つと黒くなっていっちゃうんで、提供の前あたりで作るようにしてます。めっちゃ贅沢ですよね。リンゴビールを作ります。リンゴジュース自家製です。香りがこうよりリンゴ感が香るようにしました。ビールとビールがお願いします。
提供前にもうちょっとパリッとさせます。で、スイートポテトのクリームですね。足してるわけでもない。足してないんですよ。それが不思議なと。こっちもどうぞ。ちょっとお食事っぽい感じのデザートになってますね。誰だって言ってたのが。アマランサスとフォアジアオの目を少し彩りで。あーよかった。嬉しいです。私リンゴジュース大好きで自分でもよく買うんですけど。こんな美味しいリンゴですよ。それも一緒に。そうなんだよね。本当に。スパイスの。あ、そうだね。はい、包み。すごいね。シュルーデル。よし。なんか大きさ。あ、ありがとうございます。レモンジャムが入っている抹茶クッキーと、よいしょ。コーレートのマ恥ずかしい。ちっちゃいとなかなか揃わない。そうだな。大きいですね、結構ね。よいしょ。りんご飴たまに売ってるじゃないですか。でもなんか大きくて、そうなんか諦める。かわいい。よいしょ。カフェ。ありがとうございました。可愛らしい、なんかちょっとキュンキュンしそうな感じの盛り付けで。ありがとうございます。
まあ、喜んでいただけて嬉しいっていうのもありますし、結構本当にギリギリまでメニュー考えて作ってるので、ちゃんと完成できたっていうところでまずホッとですね。はい、研究者っていう店名の意味なんですけど、やっぱりいろいろ研究したくなるというか、この食材はこういう風にしたらどうなるんだろうっていうのがすごく出てくるんですけど、それを持ち帰りのデザートにケーキとかにするってなると制約が結構多くって、でセールコースだともっと自由度がすごく高いのでやりやすい上に期間もね、だいたい1週間くらいでギュッとまとまってるので作りやすいっていうのがありますね。でセールコースのお店結構様々あって、おしゃべりの上手なところが割と多いイメージなんですけど、我々そこに関して全く下手でなんですけど、でセールを楽しんでゆっくり楽しんでいただくっていうのがよりできるのかなっていう感じですかね。なんか緊張してっていうよりはリラックスしてほしいっていうのがあるので、なるべく朗らかな感じで楽しんでもらいたいなというのと、味に集中するっていうのもそうなんですけど、なんか季節感とか、今自分が何を考えてるかとか、どういう気持ちで過ごしてるとか、デザートがまあ主役でもあるんですけど、ご自身の時間を楽しむっていうことがここでしていただけたら嬉しいなと思います。